この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。電源の回路や高周波の回路を見ていると、プリント基板の上にこういった金属のケースが実装されていることがたまにあります。これ何なのか気になりませんか？結論から言うと、金属ケース内にある電子部品を外部のノイズによる誤動作から守ったり、逆に金属ケース内で発生している電磁ノイズを外に出ていかないようにする役割があります。なんですけど、実際どれくらい効果があるのかというのを疑問に思っている人も多いのではないかと思います。ですので今日はこちらの回路を使って金属で覆うような金属シールドをつけるとどれくらい効果があるのかというのを検証していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。皆さん電子部品を入手するときどこから購入していますか？今回はディジキーを初めて使う人のためにディジキーでの部品の選び方を一緒に見ていきたいと思います。今回の動画でも使う MLCC を探します。トップページの検索欄に MLCC と入力して検索すると、検索結果にはセラミックコンデンサーと表示されました。ここをクリックします。約51万品目が検索にかかりましたね。ただワード検索ですと検索漏れもありますので、トップページのところから製品、受動部品、コンデンサー、セラミックコンデンサーと選ぶと確実です。そうすると約87万品目まで増えます。私の場合は在庫部品を入手することがほとんどなので、在庫ありのところにチェックを入れることが多いです。村田の MLCC を使いたいので、メーカーのところから村田を選んで、さらに電圧は10から 50V までシフトを押しながら範囲選択します。そうしますと在庫ありの部品で色々と出てきました。もちろん部品は1点から購入可能で、6000円以上買うと送料無料。適格請求書にも対応しているので、個人でも法人でも便利に電子部品の購入ができます。皆さんもぜひディジキーを使ってみてください。今回は金属シールドをかぶせることで外部にノイズが出ていかないのかを検証するため、こちらの回路を作りました。回路としては高圧コンバーターです。入力並活用のキャパシター、MOSFET のスイッチ、出力のインダクター、そして出力のキャパシターです。今回電源 IC としてはテキサスインストゥルメンツの TPS62841 を使っています。ノイズといっても色々あるのですが、今回は放射ノイズ、特に時速によるノイズがどれくらい減るのかを見てみます。ですので結果が分かりやすく出るようにインダクターの部品選定を工夫しています。このようにジロが完全に閉じていないタイプのインダクターを使うようにしました。ジロが閉じていないので電流が流れた時にコアから時速がよく漏れ出てきます。こうすることで金属シールドを乗せた時にノイズがどれくらい減るのかというのが分かりやすくなるのではないかと予想しています。乗せる金属シールドはスズメッキされた鉄です。厚さは 0.3mm です。今回シールドの電位はグラウンドに落としています。ちなみに今回作った回路に使われている部品は全てディジキーで購入しています。まずはこちらにあるような近傍回プローブを使って部品すぐ近くの漏れているノイズを見ていきます。今回はね、ループタイプのものを使うことにしました。近傍回プローブもループの大きいものと小さいものがあるんですけども、今回は両方とも使ってみます。まずはシールドなしの回路に対してループの大きい近傍回プローブを使ってノイズを見てみます。このようにプローブを操作するために固定してプローブを回路の上で動かしてみます。はい。そうするとこのようにノイズの成分が見えていますね。近づけるだけで回路のどこからどれくらいの強さのノイズが出ているのかというのがわかる便利アイテムです。オシロスコープを見てみるとノイズが出ているというのがわかるわけですけども、この画面の見方ですね。今オシロスコープの FFT モードの結果を表示しています。信号に含まれる周波数成分を見ています。横軸は信号、今回の場合ですとノイズの周波数です。1MHz から 500MHz を見ています。縦軸はノイズの強度です。このスペクトルが上に伸びているほどそのノイズの強度は強いということになります。今回使っているテキサスインストゥルメンツの電源 IC のスイッチング周波数はだいたい1から 2MHz くらいです。そこのスペクトルが一番強く立っていますね。そしてその N 倍の高張波がこういう風にポン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 っていう風に出ているわけです。こんな感じでね、どこがノイズの成分が強くて、どこからどんな周波数の成分が出ているかというのがよくわかるかと思います。なかなか便利ですよね。
ただ今使っているプローブはループの面積が大きすぎて回路のどこからノイズが出ているかというのははっきりとは分かりません。どちらかというと回路全体から出ている時速を拾っていますね。ですのでループ面積の小さな近傍回プローブを使ってみます。そうすることで局所的な時速を見ることができます。実際に金属シールドなしの方でこういうふうな局所的な時速を見てみるとこんな感じですね。少しずつ回路上を操作していってるんですけども、どこが一番ノイズが大きいかっていうのが分かりやすく出ていると思います。これを見てみるとやっぱりですね、想定していた通りインダクターの真上が一番ノイズが大きくなっています。ノイズと言っていますがこれは時速ですね。これはインダクターのジロが完全に閉じていなくて漏れ出た時速が近傍回プローブに錯交しているからです。では次に金属シールドを取り付けた回路で同じように試してみます。このように近づけていますが分かりますでしょうか。信号の強度というのは大幅に減りましたよね。実際に回路上をこのように操作していますけども信号の強度はかなり弱いです。こちらが金属シールドなしの回路、そしてこちらが金属シールドありの回路です。高周波から低周波までかなりですね減っていますよね。ただオシロスコープの画面を見ても分かるように時速が完全にゼロになったわけではありません。ところどころ残っている成分もあります。プリント基板と金属シールドは完全にくっついているわけではなくて少しだけ隙間が空いています。そういったところから時速が漏れていたり単純に時速がシールドを通り抜けているというのもあるかもしれません。またここで1点注意することがありまして、外部に出ていくノイズ、今回の場合ですと時速は減りましたがノイズの発生源から出ているノイズの総量が減ったわけではありません。金属シールドをつけたことで外に出ていく分が減っただけです。ちょっと気になったんで追加で実験をしてみます。今シールドは基板の上側だけに置いたんですけども基板の裏側ですね、そちらはシールドをしていません。ですので後ろ側からプローブを当てた時にどれくらいノイズが出ているのかも見てみます。こんな感じですね。今金属シールドがない回路を見ていますけどもこんな感じでノイズが出ています。やっぱりインダクター付近が結構強いですね。一番強いところですとこれくらいかなというところです。次は金属シールドありの裏側ですね、見てみます。そうしますと基板の上側とはかなり違った結果になっていますね。普通にノイズ出てきています。だいたい同じぐらいのレベルですね。こうなってしまった理由については裏側はシールドされていませんのでそのノイズを近傍回プローブがしっかりと拾っているということになります。裏面はベタグラウンドにはしてあるんですけどもこのように金属シールドされていない部分については普通にノイズが抜けてきています。この結果を見てみるとノイズを外に出さないためには完全にシールドで覆う必要があるのかなと思いますね。逆にシールドがあれば外側からのノイズはこの中に入ってこないことになりますので、例えば基板の上側から何かノイズが入ってくる場合には上側にシールドを置けば良さそうですし、逆に裏側からしかノイズが入ってこないような状況でしたら裏側にシールドをつければ良さそうです。一番いいのは両面にシールドをつけるとなんか結構効きそうな気はしますよね。先ほどはこの近傍回プローブを使ってシールドの上の時速をこのように探っていたわけなんですけども、このシールド周辺であったりシールドの中で時速がどうなっているかについて考察していきます。まずシールドがない場合はインダクターから出ていた時速がですねこういう風に抜けていたわけですね。近傍回プローブでインダクターのところに近づけるとちゃんと時速をセンスできていました。なんですけどもシールドをつけたことによってこの辺りの時速の挙動は大幅に変わりましたね。今回使ったシールドの材質は鉄です。鉄は強磁性体です。ですのでこのインダクターから出る時速というのはシールドをそのまま飛び抜けていかないでこういう風に鉄の中を通っていきます。こんな感じでですね一周ぐるーっと回っていくみたいな、そんなイメージで見てみるとなんか良さそうな考察ですよね。なんですけども全ての時速がこの鉄の中を通るのではなくてやはり一部ですね漏れていくような時速もあります。シールドありの回路で近傍回プローブでも時速を拾っていたのは多分この成分を拾っていた可能性がありますね。
またインダクター以外にも磁束が出ている部分はあります。例えば回路に電流が流れている部分があれば当然ですがその周辺には磁束ができます。例えば今回の場合ですと近傍回プローブを使うとシールドの真上でも何か磁束を検出できていましたし、シールドから外れた回路上でも磁束を拾っていました。これはシールドから漏れた磁束を拾っていたのかもしれないですし、回路パターンを流れている電流による磁束を拾っていたのかもしれません。ただどこの磁束をどれくらい拾っているのかというのは今回は検証していません。また時速変化する磁束が金属を貫こうとするとレンズの法則によってその磁束を打ち消す向きの渦電流が金属表面に流れます。これは IH クッキングヒーターの動作原理と同じです。ですのでこの金属シールドもインダクターから出る磁束によってわずかながら発熱、それが電力損失につながっているかもしれません。またシールドの素材は鉄なのでヒステリシスソンも効いている可能性があります。渦電流というワードが出てきたのでシールドのありなしでどれくらい電力変換効率が変わるのかも検証しました。こちらのセットアップで実験しています。同一の部品を使ってシールドがない状態とシールドをハンダ付けした状態のものを比べてみます。つまり同じプリント基板上に同じ部品を載せてシールドがあるかないかで効率測定をしています。こちらが実験結果です。横軸は出力電力、縦軸は電力変換効率です。結果としてはシールドのありなしで変換効率はほとんど変わりませんでした。もしかしたら若干変わっている可能性はあるんですけども、今回使った計測器ではその違いを読み取れなかったと言った方が良いかもしれません。これまでは近傍回プローブで色々見てきたんですけども、シールドのありなしで回路全体が出しているノイズがどれくらい変わるのかも見ていきます。ですのでこちらにある対数周期アンテナを使って回路全体としてどれくらいノイズが出ているのかを見ます。今回は電波暗室は用意できなかったのですが、なるべく電波の少ない場所に移動してきました。これをですね、遠方回と言って良いかはわからないんですけども、回路からアンテナまでの距離はだいたい80センチぐらいです。では実験していきます。今これは回路を何も接続していない状況です。これがバックグラウンドノイズということになります。ではまずシールドなしの回路を接続します。そうしますと、はい、変わりましたかね。皆さん分かりましたか？ちょうどここら辺がですね、変わったような、はい、なってますね。振幅のレベルがだいぶ変わっています。今また何もつながっていない状態になりました。次はシールドありの回路をつないでいきます。そうしますとこんな感じです。はい、つなぎました。結構よくわかりましたね。なんかここら辺が盛り上がりましたね。周波数にするとちょうど 500MHz ぐらいです。こんな感じ。わかりますか？はい。でまたつなぐと。こんな感じで測定はしてきたんですけども、ほとんどバックグラウンドノイズと変わらないですね。今回の場合なんですけども、多分計測器のですね、これスペアナではなくてオシロスコープのスペアナ機能を使っているので、多分感度が足りないですね。ほとんどバックグラウンドノイズから変わりませんでした。なんですけども、シールドのありなしでノイズのスペクトル成分は違っていましたね。やっぱり回路に何かついているので、そういったところで違いが出ているのかもしれないです。今回は近傍回プローブを使っているわけではなくて、この回路全体としてのノイズの放射を見ています。当然近いところだと時速が支配的ではあったんですけども、離れてくると電磁波っていうんですか、そういうものになってきます。この回路全体としてのノイズがどうなっているのか、そしてその変化がどれくらいあるのかというのが分かりました。結論を言うと、オシロスコープの FFT 機能だとちょっと測るのは難しかったかなというところです。もうちょっとちゃんとした設備と専用のスペアナを使ってやってみたいですね。はい。というわけで今回は回路上に載っている金属シールドはどれくらい効果があるのかを検証してきました。今回の実験セットアップですと、回路から距離の近い部分でのノイズは金属シールドで遮蔽できていました。ただ完全に遮蔽できていたわけではなくて、プリント基板とシールドの隙間であったり、プリント基板の裏側から抜けてきた成分、シールド自身を抜けてきた成分なんかも見えていました。ただ近傍回については全体的にシールドはよく効いているかなと思いました。今回の場合ですと、近傍回については外に出ていくノイズを減らすという効果はあったのかもしれませんが、どちらかというと外部からこの回路のシールド内に入ってくるノイズを減らすという効果で見た方が良いかもしれません。
ログペリアンテナを使った遠望界についてはシールドアンテナの効果はよく確認できませんでした。これについては部品単位でのノイズではなくて回路全体から放射されるノイズを見ていたからそのような結果になったのかと思います。例えばこの回路全体を金属の管で覆ったりするとまた違った結果にはなりそうです。今回実験としてはかなり短時間でやったんですけども、ノイズ対策ってかなり難しいなと思いました。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。